여러분 안녕하세요.午後7時を回りました。今日からスタートいたします K コンタクト3カウントダウンウィークジャパン。はい、薄っぺらい拍手で申し訳ございません。はい、3月20日からですね、いよいよ開催となりますけれども K コンタクト3、もうね初回の K コンタクトそして2と楽しまれた方も多いと思いますが、いよいよ3が開催となりますが、この K コンタクト3を盛り上げるべく今日月曜日から3日間にわたりまして日本からこのコンテンツを配信していこうという企画になっております。その初回の配信がまさに今この7時からスタートしたというわけです。この配信をねご覧になってくださっている方もこの K コンや K コンタクト参加したことがあるという方結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。僕も毎年 K コンの方には参加して、MC の方を務めさせていただきましたが、今日も盛り上げさせていただきます。初日の MC を務めさせていただきます栗山沙樹です。よろしくお願いいたします。はい、さて今日はですね生配信ということで、配信中皆さんのリアルタイムなコメントも拾っていこうかなと思っておりますので、今ご覧の皆さんどんどん気軽にですね参加していただければと思います。応援コメント、ここをこうしてほしいなど、1時間という短い時間ですが改善点を申し上げていただいても構いません。どんどん送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、もうね早速あゆっちーっていうコメントも来ておりますけれども、そうなんです、今日私一人でお届けするわけではございません。早速本日のゲストをお招きしたいと思います。あゆっちーでいいんでしょうかね。 YouTuber として大活躍中のあゆたびさん、どうぞ。こんばんは、よろしくお願いします。ちょっと K-POP 的にもうね音楽番組で必要な声でございますが、あゆっちでいいんですか。もうコメント来てますけど、あゆっちって呼んでくださる方もいるんですけど、はもう何でもいいんです。本当にもう好きなように呼んでくださいっていつも言ってるんででは改めてご紹介お願いできますか。はい、あゆたびさんに안녕하십니다。あゆたびのゆっしです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あゆたびさん初めましてという形になりますけれども、はい、なんかすごいですね、登録者数。いやーもう全然って言っていいのかもわかんないですけど、もう皆さんのおかげで本当にあそこまでやっといけたって感じで。YouTuber になってどれぐらいなんですか。もう少しで4年ですね。もうそんな経つんだ。今自分で言ってもびっくりしましたきっかけは何だったんですか。きっかけはもともとはアナウンサーとかレポーターになりたかったんですけど、そうなんだ。結構早い段階で無理って察しまして、いや察したけれども、社会人になってから、こういうコンテンツで自分で情報発信できるんだって思ったのと、あともともと好きだった韓国情報のブロガーさんが YouTuber になったっていうのがきっかけで、ちょっと自分もやってみようかなと思いまして。ブロガーさんから刺激を受けて。そうですね。そして今YouTube を通じて韓国情報を中心に、もちろん K-POP の情報を中心にね、発信してくださってるわけですけれども、私のことは知ってましたか。もちろんですよ。もう本当にK-POP ファンからしたらもう神様のような存在です。まだ死んでませんけれどね。まだ生きてますけど大丈夫ですか。大丈夫です。本当に崇めているような存在です。本当にありがとうございます。はい、ということでですね、ちゃんと新型コロナ対策をとってですね今日はお届けしてまいりますので、ご安心いただきたいと思います。さあそれではなんですけれども、今日はそのあゆたびさんがなんかご自身の自己紹介を VTR にまとめてくれたと。そうなんです。私を知ってる方もいると思うんですけど、もちろん知らない方もいるんで、ちょっと自己紹介 VTR 作って見ちゃいました。わあ、じゃあ早速ご紹介ください。見てもらおうと思います。それじゃあ早速ゴー。あゆたびさんに안녕하십니다。あゆしです。私 YouTube を始めて4年経ちます。まだ経ってないです。もう少しで4年経ちます。意外と私自身のことって質問コーナー以外で自分から発信したことないんですよ。一番最初の動画ももう最初から企画の動画だったから、気づいたら4年経ってないというわけで、今回今更ながら改めてあゆたびあゆしについて自己紹介していきたいと思います。それじゃあ早速あゆたび。はい、
はい、というわけで改めましてあゆ旅あゆっしです。あゆ旅がチャンネル名なんですね。私の YouTube のチャンネルがあゆ旅っていうチャンネルで、私自身はあゆっしっていう名前でやってます。あゆ旅さんって呼んだ方がいいですかとか、あゆっしさんって呼んだ方がいいですかみたいな、どういう呼び方すればいいですかみたいによく言われるんですよ。めっちゃ派手にしてる。はい、どちらもいいです好きなように呼んでくださいっていつも言ってるんで、本当にみんな好きなように呼んでるんですけど、私自身ニックネームがあゆさんなんですよ。これもう中学生の時からのニックネームで、実際にこのあゆっしっていう名前も韓国語のあゆし、ここから取ってあゆしってなってるんですね。この韓国語のあゆしっていうのがあゆさんっていう意味なんで、長く私の動画を見てくれてる方はみんなあゆさんって呼んでくれます。普段私が YouTube でどんな投稿をしているのかというと、大まかに分けて2種類に分かれるんですよ。韓国旅行、それから時々違う場所に行く旅行もあるんですけど、基本メインが韓国旅行として、その韓国に実際に行っていろんな場所を紹介する旅行関連の動画、それとは別に K-POP グループの紹介とかオタ活とかそういうことを紹介する K-POP 関連の動画、大きく分けてこの2種類を動画の方で取り扱ってます。韓国旅行に関しては、韓国旅行の際に知っておいた方がいいこと、例えば今までの動画だったらインチョン国際空港からソウルまでの空港鉄道での行き方だったり、有名観光地の紹介で、その中でもまたその有名観光地では日本語だけを使って全く韓国語を使わずに旅行ができるのかとか、そういう企画を撮影して、韓国旅行初心者の方が安心して旅行を楽しめるような、参考になるような動画を出したりしてます。 K-POP 関連の場合は新しくデビューする K-POP グループを紹介したり、普段私が追っているグループ、みんなも知っていると思うんですけど、そういうグループのオタ活情報とか、どんなオタ活をしているかって言ったら、どんなにやってるっけで、今はねやっぱこういう状況っていうのもあるので、韓国旅行には行けない。だけどその代わりに日本で楽しめるプチ韓国旅行体験的な感じで、東京の新大久保だったり、それから大阪の鶴橋とかもそういうところに行ってちょっと撮影してきたり、 K-POP 関連に関しては日本で今オンラインの配達会だとかミーグリだとか、それからオンラインコンサートなんかもあったりするので、そういうのの参加方法とか、実際にそれにも参加してどんな感じだったのかってレポートを出したりしています。いろいろ本当に韓国に関する情報とかたくさん出してますので、韓国が好きな方、それから K-POP が好きな方、ぜひあゆ旅のチャンネル一度チェックしてみてください。あゆっしでした。これ自己紹介になってる？自己紹介っていうよりただのチャンネル紹介。いやー、すごいですありがとうございますね。わかりやすい VTR を。よかったです。最終的にもう僕は今日はあゆさんで行こうかなと思いました。本当ですか？はいありがとうございます。あゆさんで、嬉しいです。あゆさんってもう姉さんみたいな感じであゆさんに行かせていただきますけども、すごいね、やっぱりどんどんコメントが来ておりますね。めちゃくちゃ可愛い。いやー、ありがとうございます。あゆし、あにわせよ。にゃせよ。楽しみです。これぞ美ですね。もっと言って。はい、もっと言ってって言ってますからね、どんどん言ってあげてくださいね。愛さん来たよっていうコメントもいただいております。はい、レッツケイコンありがとうございます。はい、こんなコメントも来ておりますけれども。早速ね、いろいろお話を聞いていきたいと思いますけれども、K-POP ファンとしてはもちろんなんだけれども、その YouTuber としてもともとその韓国のカルチャーに興味持って発信し始めたっていうのが本当きっかけなんですね。映像見てたらね。そうですね。はい、もう最初、一番最初は本当韓国語に興味を持ったって感じだったんですけど。そうなんだ。はい。で韓国語から入って、で韓国旅行ですごいもっと韓国を知りたいと思って、で気づいたらこうなってました。韓国語はどうなの？韓国語は、あんまり上手ではないです。あんまり上手ではないです。独学で勉強してる感じですか？ずっと独学で、今一応3級の勉強をしてます。そうな、ちゃんと韓国語検定の勉強もされてると。すごい。でもなんかこう映像を見ていると、本当に韓国好きなんだなっていうところがね、もう気持ちが溢れてる感じの、そんな映像でしたけれども、座右の銘があると聞いてるんですけども、はい。何でしょうか、座右の銘。人生とは旅であるっていう座右の銘なんですけど、ずいぶん深いですね。はい、これ初めて言いました。動画では言ったことないってことです。
ここで初めてなんかちゃんと言った気がします。人生は旅である。人生は旅である、はい、これ実は私の YouTube のチャンネルの、うん、なんていうんですか、説明欄みたいなところに書いてある言葉なんですけど、はいはい、人生は旅みたいなもんだって自分の中でちょっと思ってて、うん、まあ楽しいこともあるし、まあ、旅行みたいにちょっとなんかトラブルとかなんかぶつかることもあったり、うん、でも新しい発見もあったり、うん、もう本当に人生そのものが旅のようで、まあ、ゴールはあえてないものなのかなみたいな、楽しんで、まあ、たまには今日トラブルとかもあったりして、トラベルがトラブルになるときありますからね。うまいですね、すごい素晴らしいです、はい、もうスタッフ結構いるのにドン引きですからね。今日は僕言われたんですよ、スタッフから。古谷さん80年代とか90年代系のギャグどんどん入れてってくださいって言って、入れてってもこの素通りっぷりですからね。すごいですね。全く知らんぷりしてるんですよ。普段こんなんじゃないのにね。ありがとうございます。でもやっぱりその旅っていうのはね、はい、確かに終わりはないし、そして人それぞれね、同じ場所を巡っても全く違うインスピレーションを受けたりするものですからね。そしてその人生の旅の中で韓国の旅にはまってしまった。そうなんですよ。ということですね。はい。さあそんな中で、当然動画でもありましたけれども、韓国を旅することも結構このコロナ前はあったでしょう。そうなんですよ。本当に月1で行ってたぐらいで。月1は結構行ってるね。結構行きました。はい、どういうところ巡ったんですか、その時って。いややっぱりみんなが行かれるソウルとかプサンはもちろん行きましたし、まあ、その次に多分行くであろうテグにも行きましたし、はい、大きい町ですからね。そうですね、あとチェジュ島も行きました。それからもうチョンラ南道とかもう結構行ってますね。あちらこちらに地方にも足を伸ばしてると、そうなんですよ。いうことですが、今日はですね、そんな中であゆたびさんがせっかくその人生は旅であるとおっしゃってるわけですから、そんな韓国の旅の思い出をちょっとご紹介いただこうかなと思って写真を何枚か持ってきてくださったんですよね。そうなんですよ、やっぱりソウルとかプサンもすごい好きなんですけど、今回私がおすすめしたいっていうか記憶に残ってる、もうすごい一番記憶に残ってる街ヨスっていう。来ました。ヨスを選んだところがまたマニアックというか、ヨスはねエキスポが行われて、海洋エキスポが行われたところで知られてますし、KTX が開通したので結構もう便利になりましたよね。じゃあ早速、1枚目の写真見ていきましょうか。1枚目、はい、こちらです。本当にこれは私が実際に泊まったホテルから撮った写真なんですけど、これ朝なんですよ。もうめちゃくちゃ綺麗で、本当に今写真で見てるよりも本当に目の前で見た方がもっとキラキラしててすっごい綺麗なんですけど、もうやっぱこの海のなんていうんですか、景色っていうのはヨスならではなのかなって、やっぱ韓国にもこういう海がすごい広がってる景色があるんだなっていうのをなんか改めて思わされた、そういう写真です。ヨスのあたりってリアス式海岸なんで結構こう入り組んでるんですよね、湾がね。でそこに当然ケーブルカーが通ってたりとか。そうなんですよね。そして別にあれですよね、バスカー好きじゃないですよね。今何て言いましたねえ、ヨスといえばバスカーですよね。ヨスパンパだ。ヨスパンパだ。はい。やっと韓国人スタッフが笑ってくれました今日。ありがとうございます。やっぱ歌のテーマにもなるぐらいですから、ヨスの街というのはね。さあということでまだありますよ、ヨスのお写真2枚目。はい、こちらです。はい、これなんですけど本当に最高でした。これケジャンなんだ。ケジャンなんですけど、やっぱヨスってトルケジャンっていうなんていうんですか、普通のソウルとかでよく食べるケジャンよりちょっと小さいカニがすごい特産物で、これケジャン定食なんですけど。これ一人で食べたの？いやあと2人いました。ですけど聞いちゃいけなかったですかこれ。いや大丈夫です。いやもう本当に美味しくて、もうずっと食べてました。なんかその時一緒にいた方にもなんかやばいってすごい突っ込まれて、美味しくて、韓国の方が一緒にいて、やばい言ってたんですか？私がいつも食べてる時やばい言うから、なんかその韓国の一緒にいた方もやばいって私に聞いてきてくれて、聞いてくれ、この味がやばいかどうかってね。そうなんですよ。もう本当に美味しくてやばいってずっと言ってました。
このヨスの近辺のあたりのキムチはまたソウルと食べるキムチとちょっと味わいが違うんだよね実はね。あ、そうなんですうか。ん、いろんな地域によってねそのキムチの味わいも変わってきますし、あそうですね特にこのあたりは海産物使ってね、うん本当に美味しい料理もたくさんありますが。本当に美味しい。そうですか、ヨスをおすすめしてくださいましたが、まだございますよね写真が。そうなんですよ。はいやっぱり私自身がすごい K-POP が好きなので、はいやっぱりミュージックビデオの撮影地だとか、うんあと K-POP アイドルにゆかりのある地とか場所があると思うんですけど、そういうところの聖地巡礼ああやっぱりねみんな行きたいですよね、そういう行き場所はね。たいと思うんですけども、うん結構行ってきました。あ結構行ってきた。はい、その写真も見てもらおうと思います。では1枚目、はいいきましょう。お願いします。これはなんか結構有名な場所ですよね。そうなんですよ。ランドリーピッツァここはいランドリーピッツァ。ここは本当にいろんなアイドルが撮影に来てたと思うんですけど、もうすごいみんな知ってるんであろう BTS、うん。GOT7、IOI、うんそれから EXID、もうすごい有名なアイドルたちが撮影に来てたんですけど、これは実際にピザ屋ですよね。ピザ屋なんですよ。本当にピザ食べられます。でお味はどうですか。味ははい。美味しいです。美味しい。本当です。本当。はい、いや相谷さん美味しい。普通いやもうすっごい美味しいんですよここまでじゃなくて美味しいですとりあえずみたいな。じゃあ本当に美味しい、ええ美味しいですよ。あー美味しいです。でもなんかそれ目的で行ったっていうより、私はやっぱ聖地巡礼で行ったので、なるほどなるほどなんか興奮が勝っちゃって。あそういうことですうまいことまとめましたね。ピザの味をっていうよりもその場所に入れることの幸せの方がね。そういうことなんですよ。なるほどなるほど、はいいいまとめでした。2枚目いきましょう。こちらです。あ、はいこれは、韓国ってこのコンテナを使ったねショッピングモールとか結構あちらこちらありますけれども。そうですよね、よく見る。ると思うんですけど、ここはプラットフォームチャンドってとこなんですけど、はいここは私も大好きなアイドル TWICE はいが「シグナル」という曲のミュージックビデオで撮影されてた場所。チリチリしてました。チリ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 してましたそうかそうか、ここだったんだね。そうなんですよ。もうこれ見た瞬間多分分かるワンスとかもいるんじゃないかなって本当に思いますね。やっぱりワンスとしては実際に行って、はいああここでみんなが撮ったんだっていうそのやっぱり感動は大きいですか。もう超なりますし、めちゃくちゃ写真撮りましたもん。ああなるほど、ね。ちょっと本当はダヒョンチャがなんかコンテナみたいなところが出てくるところとか真似したかったんですけどなんかもう絵が違いすぎて諦めました。何をおっしゃいますか。女神とか来てたよさっき、ねえめちゃくちゃ可愛い、ねえ、ありがとうはいそういう話したらすぐコメント採用しますからね。ありがとうございます。なるほどいっぱい採用してください。はい、もっとコメントくださいね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。次はこちらです。あ、これはもうおなじみの場所じゃないですか。そうなんですよ、ええもうこれはこの写真見た瞬間これも分かる方いっぱいいると思うんですけど、もうここも BTS、TWICE、はい IZ*ONE、それからクレヨンポップとかあーもう撮影してましたし、はいヨジャチングもそうですし、うんあとエクソも来てましたね。そうだよね。はい、とっても有名なヨンマランドっていううん廃墟の遊園地なんですけど、うんもう今私が映してるこのメリーゴーランド、この目の前で TWICE が「うわハゲよ踊った」ってもう最高じゃないですか、今その同じ場所に行ったっていうのが本当に、はい、もうもう幸せ普通に今ワンスですね。わしごめんなさい、もうオタクが出ちゃって、世界配信中です。はい。あ恥ずかしい。いえいえいえ。あでもやっぱりこのヨンマランドは、はいはいこれ廃墟だったんだけど今お金払ったら入れるようになってんだもんねちゃんとね。そうなんですよ。一応入場料かかっちゃうんですけど、うん入れるは入れます。ねえ、はい年々値上がり中でございます。本当です。いやでもそれはねやっぱりはいはいあと早く行けっていうね。なんで僕が値上がりの話から急に先に進めるんですか、しょうがないじゃないですか。やっぱり K-POP のミュージックビデオとかよく撮ってると、そうですね特に最近海外ファンが韓国に来てそこに行ってね同じ写真撮りたいって人多いもんね。はい、私も全く同じポーズした写真とかいっぱい撮りましたもん。いやーこれはやっぱりファンにとっては楽しみですよね。はい本当にねはい、あ、IZ*ONEの撮影場所だっていうね。おお、そうなんですよ。はい。これもこれ縦の動画だったと思うんですけど、はいIZ*ONEも撮影しに来てて、うん本当もうまだ
1年全然経ってないですよこれ多分この映像出てから。ちなみにお好きなアーティストは、まあ、当然今ワンス言ってましたのでTWICE もそうだと思いますけれども、はい、アイズワンも好きですよね。アイズワンも大好きで、はい、はい、あと一応まあ、韓国関連で日本で活躍されてるNiziUさんとか、NiziUさん、はい、それから JO1 さんとか、今のところその4つが推しグループで。なるほど、はい、推しはその4つだけれども、はい、ちょい推しはもっと広くいる。いやもうめちゃくちゃいますね。もう本当にいます。なんでそんな笑顔なんですか。早く行けっていうことですね。はい。で今日はですね、実は事前にツイッターで視聴者の皆さんにですね、思い出の韓国旅行写真付きでツイートしていただいてたんですが、結構来てまして、その中からいくつかご紹介していこうと思います。はい、まず最初はこちらです。はい。とどりちゃんさんからいただきました。韓国の思い出投稿します。現地に住む友人にチョヤンパンチというカフェに連れて行ってもらいました。廃墟をリモデリングしていて独特な雰囲気です。広くて席もたくさんあるし、映えスポットがいっぱいあって写真撮りまくりました。おすすめの場所ですということですが、最近特にソウルね、はい、再開発が進んでいる中で昔の建物だったり昔のその場所をあえて残しながらリモデリングして可愛いかっこいい場所作るの流行ってんですよ。やっぱりそうなんですね。ここ数年ね。なんかイクソンドンとかもそういうイメージがあります。そうだよね。イクソンドンなんてまさにそうですよね。そうですよね。で最近だとね、下水の処理場だったりとか排水溝のところを再開発せずにそのままこうアートスポットとして再開発したりとか、そういうところも結構あって。すごい。またそういうところでミュージックビデオ撮っちゃったりするんですよ。多分しますね。しますよ。TWICEそろそろ出るんじゃないですか。もう JYP の人じゃないかみたいな感じですけれどもね。でもそういうところってね、こう照明をパッて当てると、はい、水面にね光が当たってまたこのいい具合になるんですよね。なるほど。はい。ということで、次の写真ですか。はい、続いての写真はこちらです。はい。アカウント名は DS さんからいただきました。韓国行きたい。ソウルで食べたホルモン忘れられない。早くコロナが終わって韓国で焼肉食べ歩きたいですということで、これ DS さんじゃなくてあれじゃないですか、ママムードファサさんじゃないですか。じゃないんですね。違いますよ。はい。いやー美味しそうですね。コプちゃんとか好きですか？ホルモンとか。大好きです。もう本当に好きです。私多分視聴者さん結構見てる方だったら分かると思うんですけど、私韓国次行ったら何食べたいって聞かれたら大体コプちゃん出してます。そうですか。コプちゃん、ケイちゃんは絶対出してます。コプちゃん、ケジャン。はい。もうちゃんじゃんちゃんみたいな。大丈夫ですよ。チャンリンシャンとか言わないですから大丈夫ですよ。はいはいはい。そうですか。でもコプちゃんはね、地域によってまたこれ食べ方違って、そうなんですね。韓国の独特な味噌つけてね食べる時もあるし、それこそ本当にそのまま食べたりねする時もありますけれども、でも美味しそうですね。お店の名前まで情報くれればいいのにね。そうですね。ちょっと中途半端なところですね。いや。次行きましょう。はい。続いてはラストのお写真です。こちらです。はい。おもちさんという方からいただきました。2020年1月コロナ直前に友達と行った最後の韓国旅行で食べたものたちです。ものたち。いろいろあるんですね。はい。韓国に行ってる間はダイエットを忘れて好きなものを好きなだけ食べて、たくさん歩くにつきます。早く韓国に行けるようになって美味しいものをたくさん食べたいですということで、これですね、おもちさんから続報がありまして、実はこれ僕タッカルビかと思ったらこれコプちゃんなんだって。なんか全然分かんなかったです今ので。全然分からない。ちょっともう一回写真見れますか。これコプちゃんですって。奥のがそうってことですか。赤いのがでこれ右はチーズですって。チーズコプちゃんらしいですよ。待って、それは知らなかったです。なんか行列のお店なんですって。行ってみたい。すごい。だけどチーズコプちゃんってあるんだね。あるんですね。がっつりですね。ペコパが来ましたよ。ペコパがお腹減ってますよみんなね。ペコパン。はい。あゆさんは堀北真希ちゃんに似てるそうです。ありがとうございます。どんどん拾いますよ。ありがとうございます。はい。嬉しい。ください。
ということでございまして、たくさんのお写真いただいてましたが、なぜかコープちゃん2枚ピーちゃんみたいな状況になってますけれども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あゆたびさんもだって、あゆさんもねありがとうございます。もうそれこそコロナ去年の1月2月ぐらいからずっと行ってないでしょ。そうなんです。去年の2月26日に帰国して以来行ってないです。本当ギリギリの状況だね。ギリギリでした。でもそれからもう1年だよ。もう経ちましたね。本当に信じられないです。本当信じられませんけどね。でも本当に早くね、この状況が落ち着いてまた韓国に自由に行けるようになってほしいなとむしろ思ってしまうようなね、そんなお写真でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしてですね、やっぱりこういう韓国の旅っていうのは、韓国に行くからこそ味わえるものをね、みんな求めていくわけじゃないですか。そうですね。で当然、韓流 K-POP の好きな方は、韓国に行ったからこそできる楽しみがそうですね。ありますよね。そうですね。やっぱり韓国ならではのお高津っていうのが、多分あると思うんですけど。ということでここからはですね、そんな K-POP 大好きな皆さん、きっと韓国に行ったらこれやりたいっていうそんな話をあゆさんと一緒に、聞いていきたいと思いますけれども、やっぱりサイン会とかそういうのを参加したことある？そうなんですよ。実は私TWICE と IZ*ONE のサイン会に参加したことがあって。それすごいよ。だって韓国のでしょ？そうなんですよ。裏がね。いや違うけど頑張りました。いやこれね、韓国の人でさえ、この2つのグループのサイン会はなかなか難しいよ。そうみたいですね。なんか結構大変だったんですけど。でもそれだけ CD いっぱい買ったんでしょ？まあそういうことになりますかね。はは、そうですか。はい。でもどうでしたか、参加してみて。いやもう本当に、いやもう現実なのかわからなくなりますよね。夢見てるんじゃないかって思うんですけど、でもやっぱり日本とはやっぱ違う、韓国のサイン会だからこそ、こんなに1分も推しと話せるし全員と話せるし、みたいな感じで、やっぱそれだけもう何ですか、韓国まで行って、もういっぱい CD 買って参加する価値が本当にあると思います。あれ長いと2分ぐらいのグループあるよね。もう1対1で2分ってことですね。それ最高だと思います本当に。いやー、いいな。やっぱ日本だとどうしても1回の時間がすごい短かったりするんですけど、韓国のサイン会ってもうメンバーと話してる時間が圧倒的に日本より長いんで、もうそこはやっぱり日本との違いで韓国ならではのお高津なんじゃないかなって思います。しかも日本の場合はね、ハイタッチとか握手会はあるんだけど、結構スピーディーにどんどん送られちゃうから、いやもう本当体感コンマ1秒とかコンマ1秒もうちょっとあると思いますけども、でも本当一瞬だもんね。そうなんですよ。だけど韓国の場合は競争倍率は高いけれども、当たった分それは得られるものが大きいと、そういうことなんですよ。僕は逆にね、ほとんど打ち合わせでしか喋ったことがないので、アーティストとはお仕事で。逆に羨ましいですよね。もう本当に。そうですか。羨ましいです。でも逆に僕がですよ、オーマイガールのハイタッチ会に参加したことあるんですよ。そうなんですか。そしたら普段お仕事一緒にしてる時に、普通に話せるのに、緊張して何も話せませんでしたけどね。なんか言いたいんだけど、でもそうなんですよ。本当にそれなんですよ。あれはやっぱり体験した人じゃなければわからない緊張感があるよね。そうなんですよ。いや、いい話を聞きましたけれども、さあそしてですね、やっぱりそんなね CD を購入しなければなかなか難しい、サイン会だと思いますけれども、他にもいろんなイベントとかも参加してるんでしょう？そうですね、日本でもそうですし韓国でもそうなんですけど、日本だったらやっぱハイタッチ会とか、それからグループによってファンミーティングも行きましたし、もちろんコンサートにも行きました。K-POP オタ活をやっていて、日本のイベントと韓国のイベントでどんな違い感じます？そうですね、やっぱり一番違うのはもう本当に分かりやすく言うと、録画できるとことできないとこがあるみたいな。例えばなんですけど、日本のイベントも基本全部ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。だって僕ステージの上からもうやめてくださいって言ってるだけですからね。そうですよね、きっとそうだと思うんですけど、やっぱ韓国だとやっぱサイン会とかはもうバシバシもうバンバン撮ってます。サイン会でも？撮ってます。もうサイン会をもちろん
その事務所とかによってもね取れないとこもあるんですけど、大体取れるとこもあるかなって。でもサインをしてる人は取らないでしょ、さすがに。サインをしてる人、サインをもらう人ってここ目の前にしてる人は取らないでしょ。それはできないんですけど、ないでしょ席から取ってます。なるほど。やっぱそのメンバーを取れるのと取れないのってすごい違うと思うんですけど、とにかくそういう撮ったやつもチャンネルに上げてるので見てください。上げてんですか。上げてます。でも僕はね、やっぱり韓国のその音楽祭とかね、ママみたいな授賞式とか行くとやっぱり写真撮ってる人いるんですけど、僕昔ね一回こうやって見てたんですよ、実際に韓国の会場で。そしたらなんか肩にトントンってやる人がいて、何なんだろうと思ったら、こんな大きいレンズ僕の肩に置いたの。なんか僕の肩は300回みたいな。すごかったですよ。そして何なんだこの人と思って。それでその後なんかどっかいなくなったんだけど、帰り際にスーッと来てまた肩ポンポンってやるわけ。また大きいレンズかと思ったら、これどうぞってこのパックに入ったコーヒーくれたのね。ギャラかなみたいな、こんな話もありましたけれども、ありがとうございます。もっと話聞きたかったのに、もうこのコーナーは終わりですか？早い。もうちょっとできる？もしね、K-POP オタ活をしていて、韓国でこれはやった方がいいっていうものがあれば、これはやった方がいい。聖地巡礼はまずあったでしょ。それからできればサイン会とかそういうイベントに参加した方がいいと。なんかあとやっといた方がいいことってある？K-POP ファンとして韓国に行ったらこれやっといた方がいい。韓国に行ったらですか？韓国に行ったら聖地巡礼今言いましたもんね。サイン会もありました。サイン会もありました。ファンミもイベントもありました。イベントもありました。なんかグッズみたいの買う人いるじゃない？結構。そうですね。スターのプリントされてるグッズみたいな。コンビニで売ってるものでも限定商品とかあったりとか。そうですね。やっぱコラボ商品とかもあると思うんで、そういうのを買いに行ったりとか、あとちょっと一つ思い出したんですけど、公式グッズを売ってるお店があるんですよ、韓国には。やっぱそこにも行ってもらいたいです。公式グッズのお店あるんだ。ありますあります。もう私それも動画で紹介してるのでぜひ見てください。すごい誘導ですね。テンションの高い愛さんが好き。ありがとうございます。どんどん送ってください。ありがとうございます。さあそれではですね、あゆさんにコメントがいろいろ来てますので、ちょっとご紹介したいと思います。どんなコメント？誕生日広告見に行くのもいいですね。そうですね。これ大事ですね。大事でした。すいません、ちょっと緊張しすぎて飛んでました。めちゃめちゃ大事。でも最近韓国の地下鉄に行ったら、誕生日広告しかないよね。いや本当ね、こないだだから一番僕が最近行ったのが去年の1月なんですよ。でその時に見たらもう例えばもうカンナムエリアのそうですね。どこの広告も全部誕生日やらデビュー何年記念とか。そうなんですよね。すごいよね。サムソン駅だったかな。サムソン駅とかもう全部アイドルの広告ですね。そう、サムソン駅はすごい。すごいですよね。すごい。なんかもうコエックスでそのままライブあるんじゃないかと思ってるんですよね。本当に。そう、わかるわかる。そうなんですよ。なるほどね。ペダルしたいっていう。したい。ペダルね、皆さん自転車踏むわけじゃないですよ。配達。やっぱ韓国で食べるチキン美味しいよね。美味しいですね。あれペダルでチキンは絶対1回はやってみたいと思うんですけど、なかなかだけどホテルに呼ぶの難しくなってるんだよね最近ね。そうみたいですね。コロナの影響もあるし、でもまあチキンはもう最高ですよね。最高です。どんどんねメッセージも送ってくださいね。そろそろあゆさんの韓国の方もコメントくれてるという。あゆ旅チャンネルポルケよってコメントも。こんばんはよ。ありがとうございます。嬉しい。韓国の人もどんどんチャンネル登録。一応僕も YouTuber なんですけど。一切コメントしてませんけど。2ヶ月放置してますからね。いやでもやっぱりこうやってね海外の方とつながれるっていうのも K-POP ですよ。そうですね。やっぱりもう K-POP ファンいろんなところにいますから。だって韓国のライブ行ったらもう世界各国のファンが集まってて、そこで新しい出会いとかあったりしますからね。そうですね。本当にそうだと思います。ということでまた皆さんねいろいろとメッセージ送ってくださいね。コメント随時紹介していきたいと思います。さあ。いろいろとオタ活の話聞いてきましたけれども、実はコメントの中でもね、
アイズワンのファンですよねとかいろいろこうコメントが来てますので、はいそろそろそんな話もしていこうかなと思いますが、まあ今回は3月20日からいよいよスタートいたします最大規模のオンライン K カルチャーフェスティバル K コンタクト3の魅力をご紹介する生配信となっているわけなんですけれども、ここからは本格的にその K コンの話を K コンタクトの話をしていこうと思っております。それではK-POP を愛してやまない愛さんに早速タイトルコールをお願いしたいと思います。はい、開催直前スペシャル K コンタクトレジェンド。手空いてるスタッフいるんですよ。全然拍手してくれないんですよ今日。なんでしょうね、ただねはにかんで笑ってるだけなんですよ。嫌ですね本当に。ということでここからは3月20日にスタートいたします K コンタクト3に先駆けまして、はい、今まで2度にわたって開催された K コンタクトのステージから、はい、あゆさんと私フリアが選ぶレジェンドステージをピックアップしてご紹介しようと思いますが、いやーちょっと選ぶのが難しすぎて、難しかったですよね。いや本当に難しかったです。難しかったと思いますが、1度目の開催となりました K コンタクト2020サマー、そして2度目の開催となりました K コンタクトシーズン2、数多くのアーティストによるパフォーマンスをチェックさせていただいたわけですけれども、ミーグリもあったんだよね、ミート&グリートもね。そうですね、ありましたね。これもなんとちゃんとオンラインでしっかりと楽しめるというところも魅力だったわけですが、今回はそのパフォーマンスステージの中から、えりすぐりのステージをご紹介したいと思います。もうこれはあゆさんの、もう独断と偏見で、何のしがらみもなく選んでいただきたいと思いますけれども、じゃあまずはベストステージ1曲目紹介してください。はい、あゆ旅的 K コンタクトベストステージ1曲目はK コンタクトシーズン2アイズワンビベア。後ろからゆっくりと接近中ピピピレア気をつけて隙を見せちゃ負け無視しよう話しかけてくるまでは絶対振り向かない3、2、1用心して興味なんてないふりを焦るそう視線の中に入っていないでちゃんと驚きましょう。ちょっとどうする？どうすればいいんですか？いや週末見たでしょ。見ました。もう昨日の今日でちょっとどうしようかと思いました。僕ね、本当に彼女たち本当に頑張って練習して準備してくれたライブだったよね。本当にそう思います。週末ねライブご覧になった方多いと思います。今はねもちろん K コンタクトのステージ映像でしたけれども、本当いいグループだよね。本当にいいグループです。もう本当にもうどうすればいいんだろうって、もう今もう感情がもういろんな感情が湧き上がってきちゃって。でもねあゆさんね、これK コンタクト3盛り上げる番組だから、そうですね。2人でなんかお葬式みたくなってもしょうがないからねこれね。そうなんですよね。いやだけどほらほんまにもう悲しいって泣いちゃうっていう素敵だった。もうわかる。だけど本当にやっぱりアイズワンってキラキラ輝いてるグループですよ。そうですよね。でメンバー同士もすっごく仲いいし、もうそれが本当伝わってくるんですよ。だからもうどうしましょう本当に。日本人メンバー3人も本当にね韓国という環境にちゃんと溶け込んでね、頑張ってきてるし、いやライブ素敵でしたね。素敵でした。K コンタクト3出してよ。ダメですか？ダメですか？いや本当涙出てきちゃった。いやあゆさんが我慢して泣かないのに僕が泣いているという。いやでも僕も日本デビュー当時からずっとお仕事させてもらっていて、その彼女たちが頑張ってきた姿だったりそういうものを全部こう裏で見ていた立場からすると、いや
本当にね、いや会津湾は唯一無二なのよって、カメラさんちょっとアップにしないでくださいね。いや本当涙が出てきてますけどね、仕事に行きたくなかった今日って、わかりますね。でもそのあゆさんの会津湾愛っていうのは、やっぱり一番はどこに魅力を感じますか？どこに？ちょっと待ってね、僕涙と。話つないでね。いやまあどこにと言われますと本当に全部なんですけど、やっぱりそうですね、一人一人がもう個性があるところもそうだし、でその個性をお互いに引き出すかのような仲の良さもそうだし、それからやっぱり成長、この2年半って短い間でものすごい成長したメンバーも いるし、もう本当に全部なんですよね。もう全部が魅力的で、もうここってこうなんか一つあげるとかできないです。全部です。急にこれ会津湾の番組みたくなってる。一応ね、まあはい、メンバーのケミだよね。そういうことです。そういうことです。わかるわ、本当に。すごい今この時間一番盛り上がってるよ。はい。まあだけどそれだけ特別なステージ。そうですね。Kコンタクトのいいところはこういうなんか日本語曲もちゃんとね。そうなんですよ。歌ってくれるとこなのよ。びっくりでした。本当にビュアとか日本語のリード曲で、今まで日本でも韓国でもタイトル曲とかリード曲って結構なんて言うんだろう、かっこいいかミステリアスというか。まあもちろん他の曲は可愛いのもあったんですけど、タイトル曲リード曲でこれ可愛い系ってあんまりなかったと思うので、ビーウェアが出た時はめちゃくちゃ可愛いなと。そうだよね、可愛い曲でしたよね。はい、思いました。僕はちなみにですね、Mネットの仕事で韓国ロケに行ってですね、この会津湾のラビアンローズの振り付けの女性の先生ね、に直接指導してもらったんですよ。はい。で僕がこうやってやったら、サイババが砂まいてるみたいだって言われて。そんなね、サイババと言わなくてもいいんじゃないですか。砂ですよ、砂。はい、ということでございまして、はい、じゃあ次ですね。はい、もう一つチョイスしていただきました。もう一つあるんです。はい。あゆ旅的 K コンタクトベストステージは K コンタクトシーズン2で披露された JO1 おえよ。してますね。もうやばくないですか？やばくないですか？本当にこのパフォーマンスを選んだのは。そうなんです。これはですね、やっぱ JO1 ってこの間やっと1周年だったんですけど、これを披露した時ってまだ1周年経ってないんですよ。で、しかも全員が全員ダンス経験者だったとかそういうわけじゃないのに、圧巻のパフォーマンス、素晴らしくないですか？はい。いやいや、わかりますよ。わかりますよ。わかりますか？やっぱりおえおって言ったらジャケットダンスなんです。そうですね。これがものすごくかっこいいじゃないですか。ほら、めっちゃもうテンション上がってますもん。本当に。やばいって。もっと喋ってって。もっと喋った方がいいですか？いやでも。いやもう本当に。M カにも出たしね。そうなんです。この間。すごいよね、あれって。びっくりですよ。って。こんなことあるんですね。本当に。ありすぎ、もう嬉しい。ありさんありがとうって。こちらこそありがとうございます。もう僕もね、なんならこうやってやってもいいんですけども、僕がやるとただ暑いだけですからね。本当に。ジャケットダンスじゃなくて暑いおじさんですからね、これやったらね、ただのね。誰推しなんですかっていう、これ聞いていいんですか？大丈夫です。もうすでに言ったことあるんですけど、2人いて、鶴房くんと白岩るきくんです。はい。もうさ、名前言ってる時ただの乙女なんですよ。いやでもそれだけ推してるのはわかります。はい。いやでもね、本当にこれからも
さらに世界で羽ばたいてほしい、そうですね。んなグループですよね。はい、本当にそうだと思います。僕まだ一回もねお仕事一緒にできてないので、いつか一緒に仕事してみたい。いやー、もう見てみたいです。一緒にお仕事されてるとこ。本当ですか。はい、もう見てみたいです。その時は思いっきりジャケット振りまきますよ、僕は。私もちょっと古谷さんが選んだステージ気になるんですけれども。あら、いい流れですね。はい、私も2つ映像をチョイスさせていただきました。はい、1つ目にご紹介するのは K コンタクト2020サマーで披露されました彼ら Wanna Be a Star アストロのこの曲ノック。僕ねアストロは本当に大好きなグループで、もっともっといろんな人にアストロの魅力知ってもらいたいんですよ。いやー、そうですよね、もうめちゃくちゃ今見ててもやっぱかっこいいですし、もっとステージ見たいと思いました。そう、ダンスパフォーマンスがね、実際に見ていただいたらすごく爽やかなんだけど、ダイナミックなんですよ彼ら。あー、やっぱ直接見たらそう、このダイナミックさを皆さんにもう分かってもらいたい。はい、見てみたいです。でもうぬくんがね、もそううとにですよねかくドラマで大当たりしてて、そうですそうです。しかも女神降臨がまた大ヒットして、そうだそうだそうだ。朗報なんですけどね、M ネットで4月オンエア決定ですから、これ。本当ありがとうございますね。加入者像決定です。本当ありがとうございます。はい。いやでもね本当に、うぬさんだけに結構スポット当たりがちなんだけれども、やっぱりアーティスト全体としてこのアストロをねもっと評価してほしいなという感じがいたします。続きましてもう一組、K コンタクトシーズン2からこのアーティストをピックアップさせていただきました。 80s イントロからインセプション、どうぞ。どうですか。いやもうめちゃくちゃかっこいいですよ。80s もね初めて僕生パフォーマンス見た時にもう鳥肌立ったんですよ。で僕メンバーに終わった後に「いやもうたくさんたくさんって鳥肌鳥肌」って言ったら「寒いんですか?」って聞かれてもう忘れられない「古谷さん寒いんですか?」みたいな「いや寒いんじゃないんですよ」っていう話ですけど、この 80s のこのパフォーマンスってなんかこう背景のねこれ K コンタクトならではなんだけど AOR 効果のその中から水墨画から出てきたまるでそのメンバーみたいな感じのその流れが素晴らしいなと思って、はい、確かにもうねアイズワンで時間使いすぎてすいませんあと1分で終わらせると思っちゃう。いやー、はい。でもねやっぱり 80s は本当にパフォーマンスを直接見てほしい、そんなグループですけれども、こうやって見ていると、K コンタクト、オンラインももちろんいいんですけどね、K コンに行きたいですよね。行きたいですよやっぱり。オフライン、もう僕毎年ね5月ねちゃんと開けてるんですよ幕張メッセスケジュール。私も開けてます。もうくれないんですよスケジュールが。古谷さんとりあえず幕張押さえといて押さえといてきましたからねって言われて、会場は押さえてくれたのは分かるんですけれども、古谷さんとりあえず押さえといてくださいねって5月って言って1ヶ月って言われて、そんな無理に決まってるじゃないですかみたいなね。いやだけど本当にK コンリアルでね、このステージを見たいなっていう感じもしますが、でもその前にね、K コンタクト3で
楽しんでいただきたいなというふうに思うわけでございます。とにかく今日見ていただいた映像は AOR を駆使したAR をね駆使したね、素晴らしい視覚効果も見どころの一つとなっております。それぞれのアーティストにぴったり合った、そんな映像も楽しんでいただきたいなというふうに思います。嬉しいですね。生で見たい、KCON行きたい。そうだよね。行きたいよね。はい。もう皆さんの気持ちよくわかります。さあということで K-CONTACT3、今回もさまざまなステージが期待できますのでどうかご期待いただきたいと思います。さあここからはですね、あゆたびさんがごめんなさいね、あゆさんがなんか持ち込み企画を用意してくださったということなんですけれども、なんと持ってきてしまいました。じゃあタイトルコールお願いします。はい、レッツ KCON レッツ K カルチャー。すごいですよ。終わりに近づいてやっと拍手が大きくなってきましたね。そうですね。さあ今回は K カルチャー。そうなんですよ。やっぱ船谷さんもこういうお仕事されてると K カルチャーに触れることたくさんあると思うんですけど、やっぱり今韓国のコンビニとかでちょっと風変わりなお菓子が売ってたり、人気商品ももちろんあると思うんですけど、そういうのを今日はレビューをしていきたいと思います。レビューです。レビューってことはレビューまさかの食べる。わあ、なんかちょっと用意してくださってますね。なんと用意してしまいました。すごい。これ見てください。ちょっとこれすごいね。これ新大久保じゃなくて韓国から取り寄せたんだ。そうなんです。これ実は韓国のスタッフさんから送っていただきまして。すごいですね。韓国から取り寄せたということですね。でどんなものをピックアップしてくれたんですか今回。やっぱ人気商品あるんですけど、これとかレモナーとかもすごい人気商品だと思うんですけど、ちょっと今回私がすごい気になったのが、これなんですよ。何これ？ちょっと見せて。これ何？これユッケのグミなんですけど。ユッケのグミ？見た目はユッケなんですけど味はわからないです。これ何味なんだろう。わかんない。ちょっと実際に食べてみてもいいらしいので。じゃあちょっと食べてみますね。一応コロナ対策でね。ウェットティッシュ。いやここアップにしなくてもこれアップにしなくてもいいんじゃないですか。この人本当に消毒してんだっていう確認ですかこれ。今日一番の笑いが起きてますけどどういうことですかこれ。わかりました。じゃあちゃんとですね。ちゃんと拭かせていただきまして。これザクッと開けちゃっていいの？開けますよ。うわすごい。こっちですよね。こっちですよね。こっちですよね。なんか読んでなんか書いてありますか？ビビンパブの上に乗せて召し上がっていただきますとって書いてありますよ。ちょっとじゃあこれ。うわリアル。リアルですね。なんか卵の色もちゃんと韓国の卵の色って感じ。本当だ。わかりますか？韓国っぽい色がする。ですよね。こうですね。ちょっとじゃあ。すごい。なんかゴムの匂いがするけど。これ食べていいんだよね本当にね。大丈夫だよね。あれ間違ったお店の店頭に並べるものでしたとかないよね。大丈夫だよね。ないはずです。食品サンプルじゃないのかな。違いますよ。じゃあちょっといただいてみますね。どんな味なんですか？いちごだねこれ。いちご？いちご。全然なんかちょっと予想外でしたけど、ちょっと私これも気になるんですけど。これあれじゃない、おなじみのアイスじゃないの？スクデューバーっていうアイスなんですけど、これもグミになったらしいです。なんでグミ推しなんですか？ちょっとグミなんでこれもいいですか？この番組はコプちゃんとグミしか押さないですか？食べてみてください。上でティッシュ使いました。さっき拭きましたね。拭きました。すいません。待ってこれ何個も入ってます。すごい。本当だね。ちょっと待ってください。大きい1個が。食レポ慣れてるでしょ。多分うまい方だと思います。期待しましょう。いただきます。お願いします。どうですか？
おお。全然伝わりません。何ですか何ですか。おお。いや最初甘いんですけど本当に後からこれリンゴの酸味が結構ちゃんとくるんです。あ、そうですか。ちょっといただいていいですか。はい。ほら。最初は甘くてリンゴの酸味が。一瞬甘いんですけどその後リンゴの酸味と香りがくるんです。これいちごとリンゴって書いてあるんですけどリンゴ9割ぐらいです。なんかこういうの長いのを見ちゃうとついついこう振りたくなるよね。これねあ、わかるわかる。わかりますか。これ最初複雑な味かも。ですよね。最初と思ったんですけど、何味かわかんないもん。あ、だけど確かにリンゴの酸味と、甘みもありますし、後からくるね。はい。ちょっと私これも気になるんですけど、はい。これあ、これチョンですね。上ですね。有名なはいチョコパイ。これバナナ味初めて見たんですけど、最近なんかバナナとかチョコバナナとか韓国でね、お菓子でよくフレーバーでね。なんか流行ってるみたいで、食べてみません？ちょっと。ちょっといいですか。開けちゃいますね。ね、お誕生日は摘みたくなりますよね、これね。はい、あと2分で終わりですって。急ぎましょう。ありがとうございます。はい。拭いてですね。はい、ね。よいしょ。ちょっと食べます。これしょうもない番組になりつつありませんか、これ。相手さん食べてください、ね。はい。うわ、すごい。チョコもバナナの色、黄色。あ、なるほどなるほど。すごーい。いただきいいま。ですすね。食べる前これが必要なんだ。あ、すごーいって。これいただきまか。僕に足りないものは。うまい。うん。思いのほかバナナですね。うん。美味しい。うん。そこでいいかな。まあ美味しいですけど。いや、美味しいよ。美味しいですね美味しいけど、僕はもうオリオンはチョコでいいかな。うん。そうですね。そうただ、思います。日本でもバナナのアイスあるじゃないですか。はい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 。あのフレーバーだね。あ、そうですね。韓国でいうとバナナウユのバナナ牛乳のフレーバはい、そうですね。結構甘めというか。ー。結構甘いね。甘いですね。確かに甘い。うんガツンとくる。そうですね。うん。いや美味しいけど。締めてなんかエンディング。これで締めくくって大丈夫ですか。うわー、じゃあこれ預かりまして、いやごちそうさまでした。はい。K コンタクト3ですよね。なるほど。でも面白い。そうですね。やっぱり韓国のコンビニでこういうなんか一つ一つの話題になっているお菓子とか、これお土産に買って帰りたいよね。そうですね。やっぱりK-POP とかもいいんですけど、こういうなんかちょっと風変わりなお菓子とかもやっぱ韓国ならではだと思うので。あとデザイン面白いものも多いでしょ。そうですね。本当にやっぱりその日本との違いを感じられるというか、もう気になって買っちゃいますよね、つい。なんかインテリアとかファッションとかもやっぱりどうしてもそっちに関心いくでしょ、自然に。はい、可愛いものが多いなって思ってやっぱり行っちゃいますよね。見ちゃうし、カフェもそうですね。ねえ。はい、急に締めくくりという状況になっておりますけれども、本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたが、そろそろお別れの時間でございます。めちゃくちゃ早いですね。早いですね。早い。だって早いですねって言うつもりではいたんですけど、本当に早かったです。視聴者の皆さんはもうバナナの記憶しかないんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか。本当にちょっとこの先心配になってきましたけれども、K コンタクト3カウントダウンウィークジャパンがいよいよこの番組から始まります。はい、今日からですけれども、水金とこの後も続くわけなんですけれども、相田部さん、あゆさん、今日はいかがでしたか。いやもうめちゃくちゃ楽しかったですし、やっぱり世界中の方が見てくれてるということで、まあこれからも K-POP をみんなと一緒に楽しんでいきたいですし、それから K カルチャーにも一緒に触れていきたいですし、ね、私のチャンネル YouTube チャンネルでも韓国に関連する動画いっぱい上げてるので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ぜひお願いいたします。
さあそしてですね、いよいよ、K コンタクト3が開催となるわけなんですけれども、このカウントダウンウィークジャパンなんですが、17日水曜日、19日金曜日も夜7時から豪華ゲストをお迎えして生配信をお届けしてまいります。私は金曜日の方でまた MC を務めさせていただく予定となっておりますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。それから3月20日から開催されます K コンタクト3なんですが、視聴できるメンバーシップ YouTube にて購入可能となっておりまして、チケットピアにて1日券も発売中となっておりますので、こちらもぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで今日は人気 YouTuber のあゆたびさん、あゆさんをお迎えいたしましてお届けいたしました生配信でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでまた視聴者の皆さん水曜日金曜日にお会いしたいと思います。それでは参りましょう、はい、じゃあ最後は K-POP アイドルっぽくね締めくくりたいと思います。はい、いきます。ハナトゥセアンニョン。